シャドウの好きな食べ物ってなんだ？シャドウってそもそも飯とか食うんだ。わからないけどシャドウは見た目が黒いし、ひじきとか？正解は、ピザ、ドリトス、スニッカーズ、ホットポケッツ。意外にもめちゃくちゃジャンクだった。だったのですが、この設定はすでに闇に葬られており、近年ではシャドウの好物はコーヒーであるということで再設定されました。そうなんだ、見た目の黒さとリンクする発想はくしくも合ってたのね。実はシャドウの好きな食べ物設定には意外にも複雑な歴史があり、他のキャラに比べて異常にトピックが盛りだくさんなんですよね。そこで今回は、シャドウの好きな食べ物についてどこよりも深掘って解説してみたいと思います。テーマがニッチすぎるって、そんなに需要あるのかなこれ。構わずいきます。我々あけたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。シャドウは2001年に発売されたドリームキャスト用ソフトソニックアドベンチャー2で初登場しました。シャドウの開発秘話については過去にも動画を出しているのでご参照いただきたいのですが、当時はシャドウに好きな食べ物の設定などは特に持たされていなかったようでした。前提として不老不死っていうのがあるし、食事するシャドウって当時は想像できなかったんじゃないかな。そこから月日は流れ2005年、シャドウが主人公のゲームシャドウザヘッジホッグが発売されます。このゲームの海外プロモーション活動の一環として、ゲームメディアワンアップ.com で今作の特集記事が作成されました。その内容は、シャドウ本人に色々インタビューしちゃおうというもの。直接インタビュー？スタッフからの質問にシャドウが直接回答するという形式こそちょっと面白おかしい感じですが、回答自体はソニックチームのクリエイターによるもの。一応公式見解ってことなのか。その記事のインタビューの中でシャドウの好物について質問がありました。その時の回答が、ピザ、ドリトス、スニッカーズ、携帯できるなら何でも、ホットポケッツも大好きだ。ジャンクフード好き設定はここか。ここです。回答によるとジャンクフード好きというか携帯性を重視しているみたいですね。片手間に食べれるスピード感はソニックのチリドッグにも通ずる印象ではあるね。ということでこの見解が一応公式回答として界隈に放り込まれたわけなのですが、このメディア記事ぶっちゃけ内容がかなり怪しいんですよね。というと？例えば、シャドウは暇な時は何をしていますか？という質問に対しシャドウの回答は、ゲームをしたり、音楽を聴いたり、スケートボードをしたり、友達と遊んだり。まあいつも通り。なんか中学生みたいな回答だな。他にも好きな映画についての質問でシャドウは、アクション映画が好きなんだ。大騒ぎの方がいい。ターミネーターシリーズは僕のお気に入りの一つだ。アーノルドがとにかくかっこいい。アスタラビスタベイビー。銃、爆発、ハイスピードアクション。全部大好き。急にすごい喋り出した。といった感じで、本当にシャドウのつもりで回答しているのかと正直かなり疑わしい内容になっています。確かにシャドウっぽい回答ではないかも。その後ワンアップ .com は企業買収などの関係で2013年に閉鎖となり、今ではこの設定自体も完全になかったことになってます。まあ今となっては変な回答だなって思っちゃうけど、シャドウがピザとかドリトスを喜んで食べてたらそれはそれで面白い絵になった気もするね。確かに想像しにくいですもんね。なお、これは完全に余談ですが、映画スピンオフドラマシリーズナックルズの中で、ドリトスをむさぼり食うナックルズが見られます。こいつ絶対シャドウよりドリトス好きじゃん。さて、そこから時は流れて2017年、海外のソニック公式 SNS で展開されている不定期開催の Q&A コーナーソニックツイッターテイクオーバー。こちらの第3回が開催されました。へえ、海外だとそんな SNS 企画もあったりするんだ。プロモーションなどのタイミングで開催されるものでこの年はゲームソニックフォースの発売年だったんですね。第1回、第2回はエッグマンとソニックの2名で進行していたこの企画ですが、第3回ではシャドウが初登場し、ソニックエッグマンと3人で SNS に寄せられた質問に回答する形となりました。その中でとある質問への回答が界隈を震撼させることとなります。質問内容は、朝コーヒーをどのように飲みますか？というもの。素朴な質問だ。ソニックはアイスラテエッグマンはアイスアメリカーノを好むと回答し、続くシャドウの回答は、コーヒー豆をそのまま食べる。サクサクしていて美味しい。コーヒー豆直食い。その通り、ここでシャドウはコーヒー豆を直食いするのが好きという衝撃の設定が盛り込まれます。続く第4回ソニックツイッターテイクオーバーでも朝ごはんに何を食べますか？という質問で、質問者が添えたイラストにてシャドウがカップでコーヒーを飲んでいるのを見て、僕は豆をそのまま食べるんだ。前回のツイッターテイクオーバーを聞いてないのか？と回答しています。直食いの部分を念押ししてる。さらに続いて2022年に行われた第6回ソニックツイッターテイクオーバーでは、シャドウのコーヒー直食いスタイル自体に視聴者側から疑問が投げかけられました。シャドウはなんでコーヒー豆を直食いするんですか？切り込んだね。なんて答えるんだ。シャドウの回答は、水は味を薄めてしまう。僕が欲している
のはコーヒーであって、コーヒー風味の水ではない。わかるようでわかんねえな。一応シャドウなりの論理があるんですね。コーヒー豆の食べ方についてテイルスからも、どうやって食べるの？ポップコーンみたいな感じ？と質問されるも、スプーンで食べるに決まってるだろ、なぜわからないんだ？と返しています。当たり前みたいなテンションで言われても。一方で同じ回の中でシャドウは、寒い夜の温かいコーヒーとティラミスが最上の組み合わせだ、とも語っているので、コーヒー豆直食いを試行としつつも組み合わせ次第では飲んだりもするのかなと思われます。一応聞くけど、温かいコーヒーって豆のことを指してるわけじゃないよね。可能性はありますね。寒い夜に温かいコーヒー豆を直で食べるのが好きだとしたらさすがに癖すごすぎてキモいよな。言葉選んでください。ともあれこのツイッターテイクオーバーでの回答によってシャドウとコーヒーの結びつきはかなり強固なものとなり、2023年に配信されたゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ殺人事件の中でも、シャドウはコーヒー豆とスプーンのみを注文し作中でもコーヒーにまつわる会話を展開していたり、ソニックチャンネルが更新しているイラストシリーズソニックピクトの2023年12月の回では、コーヒーを持ったシャドウが冬の街を歩く姿が確認できます。ゲームや公式イラストでも扱われ始めたんだ。そしてこのコーヒー好き設定を確固たるものにしたのが、2024年7月にロサンゼルスで開催されたアニメエクスポ2024、ゲームソニックシャドウジェネレーションズのプロモーション発表会の中で行われた質疑応答にて、ソニックチームのディレクターであり現クリエイティブオフィサーの飯塚隆さんが、シャドウの好物はブラックコーヒーであると回答しました。おわー、飯塚さんが言ってるならこれは決定だかー。なお、この時のブラックコーヒーという回答が、MC の方にブロッコリーと聞き間違えられてしまい、危うくシャドウの好物がブロッコリーになりかけたという珍事件もありました。アメリカではブラックコーヒーって表現あんまり一般的じゃないからかもね。このアニメエクスポでの回答をもってシャドウのコーヒー好き設定はかなりオフィシャルなものとなりました。その後発売されたゲームシャドウジェネレーションズの中でも、ホワイトスペースにいるマリアに話しかけると、シャドウは好きな食べ物はある？コーヒーを飲んでる姿しか見たことないけど、というセリフを発してくれるなど最新ゲームでもコーヒー好き設定が活かされています。コーヒー豆直食いの設定も生きているのかな？そこはちょっとまだ曖昧ですね。飯塚 P もコーヒー豆とは言ってなかったですし、ゲーム中のマリアもコーヒーを飲んでる姿と語っているので、少なくとも豆直食いへの強すぎる執着は最近は薄れてきているんじゃないかなと思われます。ということでシャドウの好物はコーヒーであるということが現在の通説となったわけですが、実は過去に、シャドウの好物はプリンなのでは？という噂が広まったことがありました。プリンってここまでの話で特に出てこなかったよね。その通り、これまでの紆余曲折は主に海外での展開だったのですが、このプリン説は日本国内で広まったものになります。国内で？何がきっかけだったんだろう？シャドウがプリン好きという噂のきっかけとなったのは、2002年に開設されたコミカルハイウェイというウェブサイト。こちらはソニックをはじめとした二次創作コミックを掲載する個人サイトで、そのキュートなイラストとギャグテイストでサクサク読めるショート漫画は多くのファンを魅了しました。わ、ほんとだ可愛いイラスト。そのサイトの中で、シャドウがプリン好きというオリジナル設定を盛り込んだ回が掲載されたことから、国内ファンの間でシャドウのプリン好き設定が一人歩きしたという経緯があるようです。なるほどね。人気二次創作サイトの漫画がきっかけとなった噂だったんだ。今回調査にあたってコミカルハイウェイの管理人である葵様にこの件をお尋ねしてみたところ、ずっと昔に書いたネタですが今でも覚えててくださってる方がいたり、その設定が広まるとは思いませんでした。シャドウはどこをとってもシリアスなキャラクターなので、ギャグ漫画にするために勝手に食いしん坊設定にしてしまいました。重い過去を背負っているので美味しいものを食べて少しでも幸せを感じてほしい気持ちもありましたね。とご回答をいただくことができました。なんて優しい方なの。甘いもの食べてシャドウに幸せになってほしい。くしくも最近のシャドウは寒い夜に温かいコーヒーとティラミスを楽しんでるみたいですよ。そうだった。甘いもの食べることもあるっぽい。あくまで一ファンによる創作であり事実ではないということをここではお伝えしておきますが、作者ご本人の想定を超えた広がりを見せて国内のファンに浸透した根強い説だったみたいですね。プリン好きのシャドウ。ギャップもやって正直かなり魅力的だ。カービィシリーズのメタナイトみたいな可愛さありますよね。他にも、ポップコーン好きなのではという説も浮上したことがあり、こちらは2019年にソニック公式 YouTube チャンネルに投稿された、チームソニックレーシングオーバードライブに由来するものです。この動画はゲームチームソニックレーシングのプロモーションで制作されたショートアニメなのですが、その中でレースに敗れふてくされたシャドウが、ガオの食べていたポップコーンを奪いその場でむさぼり食うというシーンが見られます。超かわいそう。そこまでして食べたいのかという点で好物候補に浮上したこともありましたが、コーヒー豆直食いのように繰り返し言及されることはなくそれきりの描写であったため、ポップコーンが好物だから奪ったわけではなく、
あるものを奪った、それがポップコーンだっただけ、という見方に落ち着きましたね。ということで今回はシャドウの好きな食べ物についてご紹介いたしました。紆余曲折あったけど、今はコーヒー好きなんだね。もしかしてコラボメニューとかでも意識されてるのかな？いい質問ですね。2024年の東京ジョイポリスとのコラボイベントでは、シャドウの黒カレーオムライス、同年ソニックの誕生日を祝したセガの社員食堂記念メニューでは、シャドウの黒ごま麻婆豆腐、直近行われたホロライブ犬神コロネさんとのコラボ企画、ソニコロ2024では、シャドウザペパロニヘッジホッグ。コーヒーは？コラボメニューはとにかくシャドウの黒をプッシュしたメニューばかりで、コーヒーはまだコラボメニューになるほどの認知が獲得できてないのかもしれませんね。黒キャラいいならひじきでもいいじゃん。くしくも冒頭の発想に着地しましたね。この動画がいいと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。